10着の服で1ヶ月暮らすことができるのか。今日は数年前に欧米のミニマリスト界隈で流行したプロジェクト333をもじってエクストリーム流にプロジェクト101についての説明をしていきます。何もないホワイトボックスで暮らしています。時丸田中です。はい。ということで、ちょっと前にね、欧米のミニマリスト界隈でプロジェクト333っていう、プロジェクト333というね、ものがね、流行ったんですよ。で、ちょうど5年ぐらい前かな、コロナ禍の時期だったと思うんですけど、僕もポッドキャストかなんかで聞いて内容は知ってたんですけど、それをちょっと改めてね、ご紹介しながら、それをエクストリーム流にアレンジしてみようかなって思っています。はい。で、これをね、最初にやった人は、コートニー・カーバーさんっていう方で、本が出てるんですよね。で、ちょっと概要欄に貼っとくので、その本で詳しく内容が書かれています。で、簡単に説明をすると、プロジェクト333っていうことで、これは33着の服で3ヶ月暮らすっていう、そういうプロジェクトです。もうシンプルですよね。で、その33着にまずする過程において自分の持ち物を減らすっていう効果もあるし、で、実際にそれで3ヶ月、つまりそのテスト期間みたいな感じで3ヶ月暮らしてみることによって、そのものでですね、自分が33着で生きていくことができるんだっていう、そういう自信を持つことができるし、自分のその服の限界とか、あるいはその自分の欲望とかね、あるいはその自分の好きなテイストとか、そういうものを見極めたりとか、いろんな効果がだからあるっていうことですね。それによって。で、僕は今回それをプロジェクト101、101っていう風にして、エクストリーム流にやってみたらどうかなって思って、この動画を撮っています。101匹ワンちゃんじゃないですよ。101の101匹ワンちゃんじゃないんですけども、僕がやりたいのは、101だから、10ですよね。10個のアイテムで1ヶ月暮らすっていう。そういう感じ。だからそのコートニー・カーバーさんが333で33着で3ヶ月っていう風なスパンを設けたのに対して、僕はそのさらに数を減らして、10着で、使用期間、試す期間も短くして1ヶ月っていうね。10着で1ヶ月暮らしてみるっていう風な実験ですね。はい。で、今年の春頃に私のワードローブ紹介、毎年作ってるんですけど、それを上げているので、そちらをちょっと見ていただきつつ、で、自分がね、実際に数えてみたら、持ってるものが10個だったんですよ。なので、これ10個でいけるなということで、それを今回紹介していきたいのと、で、その前に、そのコートニー・カーバーさんの、プロジェクト333の基本ルールっていうものを一回おさらいしておこうと思います。それが分かった方が、じゃあどういうルールでやっていくのかっていうのが分かりやすいと思うので、それをね、ちょっとおさらいしていきたいと思います。一応ね、いくつかね、ルールがあってね、まず一つ目は、3ヶ月の期間であるってこと。これはもう、いつ始めてもいいって書いてます。3ヶ月。はい。この期間で試していくってこと。で、二つ目は、33個のアイテムであるってこと。33 items including clothing, accessories, jewelries, outerwear, and shoes. 服とアクセサリーとジュエリー。そしてアウターですね。そしてシューズ。これら含めて33着で構成しましょうよってことですね。で、含まないものってのがルール付けされています。で、これらのものはカウントしなくてもいいですよってのがあって、それはまず、ウェディングリングですね。ウェディングリングと、あとは、another essential piece of jewelry that you never take off って書いてるんで、アクセサリー、ジュエリーの中でも自分が、ずっと身につけてるもの。記念でつけてるね、リングとか、別に結婚指輪だけじゃなくても、他のジュエリーでずっと自分が身につけてるものはカウントしなくてもいいっていうふうに書いてます。で、あと、下着ですね。アンダーウェアですね。下着も数えなくていいですよと。で、もう一つ、スリープウェア。パジャマ。パジャマも数えなくていいですよと。で、つまりその室内着ですね。室内で着るようなウェアは数えなくてもいいですよっていうふうに書いてます。で、他には、ワークアウトクローゼングっていうね、ワークアウトで、運動で使うような服は数えなくてもいいですよっていうふうに書いてます。で、割と楽ですよね、だからね。これ考えてみると、ウェディングリングと、ずっとつけてるリング、アクセサリーと、下着と、パジャマと、運動着は数えなくていいですよっていうふうに言ってますね。で、どうやるかなんですけど、まず自分が持ってる服の中から33個のアイテムを選びます。はい。で、33個のアイテムを選んだら、それ以外のものは、
こう袋とかに包んで、もう切れないように置いておきます。で、これはあれですね、ジョシュアとライアンのパッキングパーティーの方法に近いですね。使わないものをもうそのままクローゼットに置いておいたら混ざってしまうので、もうこれはもう物理的にもう袋とかに入れて、で、もう実際に封をしてね、置いておくと。自分のクローゼットには完全に分けておく。で、33着だけを残しましょうよというふうに書いてます。で、その他の事項として、これが結構重要なんですけど、Consider that you are creating wardrobe that you can live, work, and play in for 3 months. Remember that this is not a project in suffering. If your clothes don't fit or are in poor condition, replace them. というふうに書いてます。つまり、生活すること、そして仕事をすること、そして遊ぶこと、すべてにおいて使えるワードローブを構成してみましょうよってことで、で、忘れちゃいけないのは、これは苦しみのプロジェクトではないっていうふうに書いてますね。で、苦しんでやっちゃダメだっていうふうに書いてます。苦しんでやっちゃダメだと。で、その服がね、傷んでいたりとか、弱っていたりしたら、それを交換することも考えてみてくださいって書いてますね。だからその33着を選ぶ中で、まずその生活と仕事と、その自分のライフスタイル、遊び、含めた全てを統合できる33着を選ぶっていうことがまず一つと、で、これは苦しみのプロジェクトではない。苦しんでやっちゃいけませんよ。楽しんでやりましょうよってことと、で、その過程において、古いものを交換していったりとか、傷んでいるものを発見するプロセスでもあるっていうことです。はい。だから結構やっぱり、この多分最初の33着を選ぶ中で、やっぱりその自分の服の状態とかを確認できるし、で、どれを自分のその全ての生活に使えるようなラインナップにするかっていうのをまず考えることができるので、ここの多分、プロセスが、このプロジェクトをやる意味なんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、自分自身のね、服もやっぱりそういうふうに、いつも話しているように、まず山とか、ランニングと、そしてヨガですね。で、それからクリエイティブワーク、撮影をしたりとか、文章を書いたりとか、そういうものすべてにおいて構成できるような持ち物を選んでいるので、やっぱりなんて言うんだろう、仕事だけで33着を選ぶっていうのは多分楽だと思うんですよね。なんかそのスーツをね、毎日着る人はそのスーツのラインナップの中で33着を決め込むっていうのは結構簡単だと思うんですけど、それにやっぱりその生活が入ってくると、今度はそのスーツ、割とそのフォーマルなとことカジュアルなところの融合を考えたりとか、そういうところになってくるので、結構難易度が上がっていくというか、やっぱりそうなった時に一番難しいところではあると思うので、ただそこをうまく乗り越えることができれば、少ないもの、33着のもので3ヶ月暮らすことができると。そういう感じだと思います。はい。で、結論を言えばですね、僕は、もうね、3ヶ月以上暮らしてるんですよ。10着で。だからもうこれからやることは、なんて言うんだろう。そんなにないというか、実際ね。だから今回はそのプロセスの紹介に留めて、自分のアイテムの紹介に留めたいと思うんですけど、で、実際にやっぱその服が多くて、服を整理したいなって思う人はぜひ試してみてください。はい。で、僕はもう10個になってるので、で、しかもその10個はそのワンシーズンだけではなくて全てのシーズンを含むものです。だから冬から夏から春からもう一年中対応できるもので10着っていう感じになってるので、で、もうすでに暑い時期に入ってきてるので、これからの6、7、8の夏の期間だったら、もっと減らせるかなとは思うんですけど、今回は一応そのプロジェクト101って形でね、101っていう形に乗っ取って、10個のアイテムで1ヶ月っていう風な感じでやっていきたいと思います。はい。結論言えばね、ここにあるものすべてです。まず、今着てるものが T シャツが1、で、替え用の T シャツが2、で、パンツが1。で、これで3ですね。3。で、4つ目が、ウールスウェットですね。ヒアネスのウールスウェット。もうだいぶ暑くなってきたけどね。で、長袖です。唯一持ってるロングスリーブのメリノフーディーですね。1、2、3、4でしょ。で、5個目が、パフジャケットです。もう暑いから、この時期着れないけど。5、1、2、3、4、5、6か。これで6。で、7つ目は、ショーツですね。さっき、運動用のものは入れなくていいって、コートニーのプロジェクトでは書いてましたけど、
まあ僕はもう運動とか、まあ日常でも割とこのままショーツ履いたりもするので、一応入れてます。はい。で、基本的にヨガとランニングで使うものなんですけど、夏場とかはもうこれで出かけたりもするので、もう普段着としても使いますね、ショーツは。で、8個目。8個目が、これです。ジャケットですね。レインジャケットなんですけど、はい。レインジャケット、レインシェルジャケットです。ヒアネスの NU ジャケット。うん。これはね、やっぱりまあ、今でも、夏場でもやっぱりその風とか雨とかの時で、結構使えるので、今でも着てますね、これね、暑くても。はい。以上で服が8でしょ。で、あとシューズが、ビボベアフットのプライマストレイルニット。ベアフットシューズ1つと、ルナサンダル1つです。はい。それで10個になります。はい。はい。ちょっとね、あっけないですけど、もう10個そんな感じ。今着てる1位、2位でしょ。で、T シャツ3、4、5、6、7、8、で、シューズ1つ、サンダル1つ。はい、合計10着です。これで1ヶ月です。で、今ね、紹介したものの中で、実際にもう夏場着ないものをちょっと上げてみると、このウールスウェットはもうだいぶ暑くなってきてるんで着れないですよね。一回外していきますね。で、これはね、このロングスリーブのフーディには、これは山で使えるので、多分夏場でも高い山に行くときは持ってったりするんで使えます。これちょっと微妙なとこですね、このパフは。うん。これもまあテント泊とかで、まあでも夏場はそんな、テント場でもまあ多分使わない感じもするんで、まあ本当になんか、気温下がるような時にはね、持って行ったりしてもいいんですけど、まあ一応外します。うん、まあそうなると、2つ外れるから、うん、8ですね、8。8着で夏場はいけるかなと思いますね。で、まあパンツをもうどっちか、ショーツ一つにするとか、もう本当にカリカリに削る場合は削れるんですけど、まあ自分はもうそのフェーズをちょっと今抜けていて、まあ緩やかなエクストリームスタイルって感じ。まあどっちか何かわかんないけどね、もう何やってるかわかんないけども、まあ緩やかなエクストリームスタイルって感じなんで、まあ8個ですかね。うん、8着でいける感じです。ちょっとご紹介しますね。うん、こんな感じですね、全体ね。これがさっき外したパフとスウェット。で、実際の、まあちょっと全部黒だから分かりづらいけど、うん、ジャケットと、ショーツと、ロングスリーブと、今着てるのと同じ、ドライ T シャツ、ドライウール T シャツ、ヒアネス。うん。っていうか T シャツ2枚って感じね。はい。はい。ということで、プロジェクト333をもとに自分のプロジェクト101っていうものを考えてみました。はい。まあ、緩やかにですね、まあ、このプロジェクト333に関しては、まあ、33着なので、まあ、結構服が多い人でも、これからの、まあ、夏の季節だったら、簡単にできるかなと思うので、まあ、ちょっとね、服が多いなって思っている人はトライしてみてはいかがでしょうか。で、まあ、夏場だけじゃなくて、やっぱり冬とかも含めて33っていうことになると、まあ少しはちょっと考える必要が出てくると思うので、まあ自分のアイテムを厳選するね、いい機会にはなると思いますので、ぜひトライしてみてください。で、コートニーの本の方もぜひね、読んでみてください。もっと詳しいことが書いてますので、まあこれはブログから今回紹介しています。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。